かな書百人一首。皆様こんにちは、慶州です。本日はこのような美しいかな漁師を実際にお見せしながら、皆様を平安の時の王朝文化が花開いた雅の世界へとご案内したいと存じます。そしてお見せした本物の漁師に私が実際に百人詩を書いてまいります。どうぞ皆様お楽しみください。それでは早速ですが、本日は2種類の漁師をご覧いただきたいと思います。まずこちら、継ぎ紙です。継ぎ紙とは、漁師に色や質感の違う紙をちぎって2種類以上の紙を継ぎ合わせた、そしてそれを1枚の紙に仕上げた紙のことです。有名な古典は西本願寺簿36人歌集などあります。こうして金箔や銀箔を切り箔と言いますが、貼ったものや下絵が描かれたもの、そしてここが継ぎ紙になります。大変美しくて雅の世界に皆さんをお連れできたのではないかと思います。それでは本日用います漁師についてのご説明をいたします。漁師とはかな作品用に加工装飾されたものです。日本のこういった紙は奈良時代に始まりましたが、平安時代、華やかな日本のかな文化が開花いたしました。染め紙、砂子、金箔振り、ぼかし、継ぎ紙など日本の伝統工芸の粋を極めた技法を使います。1000年の歴史があります。本日使いますこの紙もこちらのように金箔が貼ってあったり、砂子があったり、金糸が貼ってあります。それからぼかしが入っていたり、もともとこの紙は今では貴重になった楮というものを使って作っております。大変美しく、角度によって光り方も変わる素晴らしい紙になります。職人さんが丹精込めてその技術の粋を集めて作ってくださった、こういった美しい料紙を用い、かな書家がそれを仕上げていくという素晴らしい大役がありますので、本日も頑張っていきたいと思います。それでは先ほどの料紙を使って本日は2首書いていきたいと思います。35番、紀貫之。人はいさ、心も知らずふるさとは、花ぞ昔のかににおいける。50番、藤原義高。君がためおしからざりし命さえ、長くもがなと思いけるかな。では書いていきます。
では読んでいきます。人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔のかに匂いける。君がためお叱ざりし命さえ長くもがなと思いけるかな。それでは口語訳を話したいと思います。こちらが35番の貫之の歌です。こちら半分が、50番君がためのお歌になります。ではこちらの35番の歌の、口語訳をお話します。あなたはさてどうでしょうね。他人の心はわからないけれど、昔なじみのこの里では梅の花だけが勝手と同じいい香りを漂わせていますよという内容です。こちらですが、君がための方ですね。あなたのためなら捨てても惜しくはないと思っていた命でさえ、仰せを遂げた今となっては、あなたと会うためにできるだけ長くありたいと思うようになりましたという口語になります。では作品についてちょっと私の意図をお話しさせていただきます。ここまでのお歌の一種なんですが、人はいざですね。こちらの3行はちょっと柔らかく優しく添えてあるように書いてありまして、こちらが大胆にしました。こことここはやや強い線で書かれています。そしてまた最後のこの一首は少し細めの柔らかい線で、こちらとこうするように私は書きました。最後はこれでもちょっと墨をつけているんですけど、この最後をまとめるにふさわしく墨色の強いイメージで書いてみました。で、内容に合わせて書いてみたんですけれども、これは、人の心はという部分と、それから花は昔と変わらないよという部分が対比されているんですね。この歌の舞台は奈良県桜井市にある長谷寺です。日本書紀や古事記で登場する文字通りまほろばになります。そしてこのお歌に出てくる花は桜ではなく梅になります。この匂いは梅の香りになります。今回はこの美しい料紙の説明を主にさせていただいてきました。洗面や継ぎ紙、そして金糸や銀糸や砂子やいろいろな技法を用いたこの美しい仮名料紙を用いての作品作りをとても嬉しく思っております。また奈良の素晴らしい都の景色を思い浮かべながらのこの作品展開でした。本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。慶州でした。失礼いたします。ごきげんよう。